大蜥蜴。是沙滩吗？黑色的。是咸的。商人取之不尽的大盐湖。好美啊，爱丽丝，看着就是长大了。哇，她真的好高啊，感觉。瑞杰路德这个肌肉，每次这个 OP 一响起，都有那种要起鸡皮疙瘩的感觉。这是像龙一样的哦。真的没有人怀疑瑞杰路德了，现在。哇！因为靠海都是吃烤鱼吧？爱丽丝应该没吃过海鲜。但是那个项链就是一直给瑞杰路德了吗？哦，这是那个精灵和矮人。马上就要相遇了。二人に通り名が。それとお前はなんだ？俺のはまさかバター犬とか言わねえよな。そうだ、ルージェルド、飼い主のルージェルドだ。天呐，瑞杰路德的这个腰，谁懂？俺だけ名前を覚えられていないっていうのはちょっとショックだな。確かにルイジェルドって名乗ってたけどさ。飼い主の方は悪くないから、ぜひともエリスに車をつけて。这么贵？哦，他们吃不起。ズバリお金です。ルイジェルドさんの渡航費用は緑光線200枚。途方もない金額です。S ランクの依頼をこなしてもどれだけかかることやら。困ったわね。まさか置いてくの？もちろん置いていきません。愛丽丝。どうするのよ？解決策はまだ思いついていません。ルイジェルド、海の上走れないの？さすがにそれはできんな。そう、困ったわね。不会要卖了吧？すまんな、俺のせいで。哦，瑞杰路德总是很敏锐。私も何か考えてみるわ。そうですね。しばらく可能性を探ってみましょう。ありがとう。
啊，瑞杰路德真的就是每天坐着睡觉。さてどうしようか。他又把事情留给自己想了。やや1年ぶりだね。もう二度と顔出さねえと思って安心してたぞ。いやー、前は僕の助言で大変なことになったでしょ。ちょっと顔を出しづらくってさ。神様にもそういうところがあるんですね。普通にあの子悪党を永遠に突き出せばルイジェルトと仲良くなれたはずなのに、彼らを仲間に引き入れるとは全く予想外。僕としては見ててとても楽しかったよ。但我觉得鲁迪当时做的是没问題的。楽しくなかったけどな。でもおかげで1年ちょっとかからずここまで来れただろう。結果オーライだとでも。物事は結果が全てさ。気に入らねえな。お詫びじゃないけど今日も助言をしに来たんだ。露店で食料を買い込んで路地裏を歩くといいよ。勝手に助言すんな。で何が起こるんだ。それは明日のお楽しみ。それじゃ僕は消えるよ。是鲁迪要找他问建议的时候，他才会出现吗？哦，他自己出现，他为什么1年之内都没有再来啊？爱丽丝哪儿都有老师。ルーデウス、今日は別行動をするって。何をする気かしら。戦いの最中に気を抜く。眉毛还是绿色的。是 Loxy。Loxy 不会能看出来瑞杰路德吧？哦，还认得出来那个项链了。入ったわよね。やった入った私強くなってるわ。瑞杰路德总是这么宠溺。あの自称神の狙いは相変わらずよくわからん。前は難しく考えすぎたせいで奴を喜ばせてしまったらしい。哦，他去那个小吃街。難しく考えず素直にこなすのだ。そうすれば奴は面白くないはず。あれ？これってあいつの思惑通りじゃね？ロキシー、今頃どうしてるかな？看这个发色了。Loxy 是不是应该已经知道鲁迪在这个镇上了？おっと、後で一発抜いとこ。哦，又错过了。おしゅとおしゅとわわ。ウィンタウラッチ。おしゅかうさザクロアエンズアヤ复活。那个手铐，是不是那个异瞳的那个？吴蚂蚁。哦，就是他，难怪，可能他复活前就是被铐起来的。助かったぞ。これであと1年は持つ。無理だろう。大オーク側無視じゃあるまいし。よし、貴様名を名乗れ。ルーデウス・グレイラットです。そうか。わらわ。 哦，他的眼睛。キシリカ。
奇襲人呼んで魔界大帝かわいそうに一人で魔王ごっこなんて友達いないんだろうな。よし付き合ってやるか。はは、これは失礼を。陛下、鲁迪怎么总有戏瘾？そういう反応を待っとったんじゃ。最近の若いもんは礼儀を知らんからの。よもや復活なされているとは。为什么总有这种活了很多年的萝莉？お許しください。良いのだ良いのだ。お？啊，像老虎机一样。うわ能うわ、なんじゃお主、気持ち悪いな。なんじゃこれ、なんじゃこれ。还明他每只眼睛都有不同的能力，可能。気持ち悪いって言われた。貴様はわらわの命を救ってくれた。なんでも一つ願いを言うがよい。じゃあ巨万。我还以为是色色的事儿呢，見ての通りスカンピンじゃ。因为鲁迪确实他们现在有金钱问题。ください。しかしすまん。わらわも世界を取ったことがないのじゃ。わかりました。じゃあ体でいいですよ。体で。おお、体か。幼いくせに公爵なやつじゃの。将来が心配じゃない。もちろんしょうがない優しくするのじゃぞ。不是这音乐，我真的绷不住。おっといかん。今回はもうビヨンセがいるのじゃった。啊，这么……哦，我刚刚说这么响。世界もダメ、体もダメ。何ならいけるんです？バカ者。魔界大帝キシリカが可視するものといえば魔眼に決まっておる。魔眼って売れるんですか？而且它有好几种。というか売ろうとするでないわ。そうっすか。で、どんなものをくれるんです？じゃあちょっと顔貸せ。はい。啊，男の子じゃろ。就这样直接物理换眼啊！よしよし、ちゃんと見えておるな。飯の件大義であった。这么轻松また就…困ったことがあったらわらわを頼るがよい。さらば。遇见未来一样吗？见闻色。鲁迪这有如神助啊！そして俺は予見眼を手に入れた。就这样。这样看着会不会很难受啊？所以得挡着。那激烈奴那个应该跟这不一样，いきなりこんなものもらってどうしろ。但是激烈奴也是绿色的。まっすぐ歩けねえのかてめえ。すいません、目が悪いもので。目が悪いな。会晕だ吧？ったらもっと気をつけて。おい、どうした？聞こえてんのか？哦，他预示到有那个掉下来。真的吗？他这个眼睛怎么得到的这么突然？復活していたとはな。知っているんですか？会ったことはない。だが聞いたことはある。应该就是上次那个魔法灾难给他复活了。 12個の魔眼を体内に隠し持ち、あらゆるものを見透かすことができるのだという。なんでこの町に？さてな、魔帝の考えることなど俺にわかるものか。そうですよね。すみません。この目になれるまで僕は引きこもります。わかったわ。ありがとうご
帝は探しても無駄だと思いますよ。分かったわ。まだ町にいるかしら。どうだろうな。对所有的都很感興趣。行くわよルイゼルド。ほら急ぎなさいよ。その後1週間ほどで俺は魔眼になれた。感覚をつかめば意外と簡単なものだ。無影症魔術とよく似ている。魔力を制御して見え方を作るのだ。見える未来の区間は魔眼に込める魔力の量で調整することができる。魔眼を手に入れたからって私に勝てるかしら。魔力を強めれば2秒以上先の未来も見える。实力大增强啊，这是。ブレる。2つ3つにブレて見えるのだ。長くて1秒先。これがブレない未来の限界だ。次は右から剣。よし。来るぞ来るぞ。やられたと見せかけて目くらましの有点像迪亚波罗。よっと。反撃の隙を与えず動きを封じてフィニッシュ。そこまでだ。天呐，爱丽丝练习了这么久，还是比不过这个眼睛。ルーデス。乾杯ね。哦天呐，爱丽丝她真的长大了。啊哈，陆迪也反手很快。果然，刚想说他怎么变那么成熟。うまい戦い方だった。スペルド族の戦士団にも魔眼持ちはいたが死ぬまで制御できずにいた。1週間で制御できたお前は異常だ。もしかして今ならルイジルドさんにも勝てたり。这跟他やってみるか。学魔法也很快会有关系吗？やっぱりルイジルドさんには勝てませんね。エリスは1本取ったって聞きました。すごいじゃないですか。別にいいわよ。慰めてくれなくても。心里肯定会不平衡，我感觉也是。追いつきたいのに。すみません。なんで謝んのよ。何をしてるんだ俺は。魔眼は偶然手に入れたものなのに、そんな力で努力してきたエリスに勝って嬉しがって浮かれすぎだ。今俺がやるべきことは強くなることじゃない。エリスを連れて家に帰ることだ。こんな夜更けにどこへ行く？ちょっとエッチなお店に。女を抱くのに杖が必要なのか？他应该还是想自己想办法吧。魔術師プレイをするので。売るつもりか？哦，确实，瑞杰路德当时在餐桌，我感觉就能看出来他知道陆迪想干什么。その杖はお前にとって大切なものではないのか？但是现在更重要的可能是把爱丽丝送回家。はい。エリスがわざわざ僕のために作ってくれました。その首飾りと同じくらいすごく大切なものです。もし同じことがあればこれも売るのか？必要とあらば。俺はまだ。那个可是他最珍惜的 Loxy 的。信頼はしています。俺とてお前と出会ったこの1年で今の世の中について少しは分かったつもりだ。スペルト族がいかに意味嫌われているのかということ、挙句無茶な大金をふっかけられているということも。それでもお前は俺と海を渡ろうとしている。だから俺はお前と共に問題を解決したいと思っていた。なのになぜお前は一人でことを進めようとす就确实るのだ？可能不太好改变吧，虽然大家都说好要一起面对了。この1週間何も答えは出なかったじゃないですか。仕方がないんです。僕に思いつけるのはこの杖を売るか、
もしくは密航するくらいのものです。でも密航はルイジェルドさんにとっての悪ですよね。哦，他都有考虑進去。パーティーに亀裂が入ったら意味がありません。杖を売って金を手に入れる。規定の料金で海を渡る。誰も我慢しなくて済む。これが最善の選択なんです。ルーデウス、今回のことは俺のせいだ。それをお前が杖を売ることで解決するのは俺の誇りが許さん。哦天呐，这里的微光的感觉处理的也好好。杖を手放すこともお前の言うパーティーの亀裂ではないのか。俺は海を渡り終えるまで全ての悪事に目をつぶる。哦，だから探せルーデウス。大家都有做出试图的妥协。でも俺はお前についていこう。話はこれで終わりだ。腹を割って話し合うというのは骨の折れることだな。誰だ？是 Loxy 吧？哦，吓我一跳。別に喧嘩をしに来たわけじゃねえよ。ちょっと礼が言いたくてな。あんたを探してたんだ。ああ、この前助けた。俺はガルスクリーナーってんだ。よろしくね、アンチュ。哦，他是有偷渡的船吗？可能，他看上去就像有偷渡的船，不知道为什么。哦，西路飞吗？保罗吗？这是？还是 Philip？为什么会把鲁迪给挖空了？哦，这好美啊！哦，新的一滴人真的是莫名就让我非常感动，而且有一种浓厚的不舍吧。他们三个人真的一起度过了很多时光。这集这么看的话，感觉他们马上要跟 Loxy 相遇了。Loxy 应该已经知道鲁迪是在这个镇上了吧？毕竟他都已经认出来那个戴在瑞杰路的身上的那项链就是他送给鲁迪的。或者是不是他觉得鲁迪已经死了，所以已经成为别人的东西了，所以才会跑掉？感觉像是不敢接受那个事实一样。这集鲁迪突然就收获魔眼，感觉像是一个史诗级增强。魔女她那眼睛真设定还挺有意思的，居然有12个。很有意思，就是有一个就是像是能追踪一样的眼睛。她给鲁迪的这个也是个绿眼睛，但是我感觉应该跟基列奴的不太一样，因为基列奴的是能看到魔力的感觉。如果有12种魔眼的设定，我觉得至少有一种可能是可以读心之类的吧。这个魔女妹妹最开始为什么被杀，为什么被铐，包括还怎么复活的还不知道，但是说不定是有人有意为之的。鲁迪真的是会在我意想不到的地方惊到我，让他说出愿望的时候，怎么想都觉得他肯定会说那种色相关的事情，但是他脱口而出的就是金钱的事情，而这个金钱也不是因为他想要金银财宝之类的，是因为他想解决他们现在的财务问题，这样好能把爱丽丝赶紧送回去。爱丽丝也真的感觉长大了蛮多的。这集他遇到鲁迪这个新的能力，肯定是会有心理不平衡的，这也很正常。
长，毕竟他真的花了很多的时间精力都在练剑上面，却比不过鲁迪这个天赐的一个机遇。上集他们虽然都说好要一起面对所有事情，但是到了这一集真的有事情要解决不了的时候，鲁迪还是会想到牺牲自己的利益，他甚至也会考虑到瑞杰路德他的这个善恶观。即使这个问题的诞生原本的本质其实确实是瑞杰路德的锅，我很喜欢最后瑞杰路德和鲁迪他们又有一个小的分歧，因为肯定不可能事情真的就像说的一样立马就可以变得特别顺利。而鲁迪自己在深夜的时候偷偷出去，他肯定也知道自己这样做法应该至少会让爱丽丝会非常难过吧。而瑞杰路德居然都能料到这一步，都在门口早早的等好鲁迪的感觉。包括这一集之前一点的时候，瑞杰路德就已经看到鲁迪有想去卖这个魔杖想法了。就我还挺惊讶，就是瑞杰路德的这种敏感度到底是哪儿来的？毕竟他以前感觉一直不都是一个人生活吗？但是瑞杰路德真的还挺敏感的，就是不管是对于其他人对他的厌恶之情，或者是这种察言观色的能力。反观爱丽丝倒是挺大大咧咧的，就神经大条的那感觉。他们现在新到的这个沿海的南边的城市也很有意思，明显能感觉到有一些是看上去更像是会在海边城市生长出来的生物。感觉他们这个城市光是这个贸易活动就比之前那个城市会丰富一些，而且既然都已经到靠海了，应该就是快要出魔大陆了吧。如果他们马上就要偷渡的话，那很有可能会跟 Loxy 又错开了。最后就是这个 ending 真的是有点击中我了，歌词儿也是说什么天空的颜色之类的，然后可能对应的就是把鲁迪的这个挖空变成这个天空的感觉，这有很多那种鲁迪的第一视角镜头，就好像是在以鲁迪的这个视角去看待他们三个人的这一路行程，所以可能这也是为什么把他给去除掉了，因为这是他所感受到的世界。看到爱丽丝的这个之前买的那个披风，我突然觉得他那个猫耳可能是不是因为激烈奴的原因啊？异地里也出现激烈奴了，我真的感觉好久没看到他了，不知道什么时候还会再见到激烈奴他们。那这期视频到这结束，让我们下期再见，拜拜。